あなたは絶望的な状況で侮辱してくる人への怒りを抑えられますか？遡ること約7年前の2016年、韓国アンサンテプあるマンションの一室を訪れた警察官は出迎えた青年のひょうひょうとした態度に眉を潜めていました。ニュースになってたんですね。映画を見ていたので知りませんでした。青年が暮らすその部屋の壁や床にはそこかしこに飛び散った血痕が。彼はその惨状を隠そうともせず、まるで他人事のように事情聴取に答えていたんです。この部屋で殺したのか？ええ、邪魔になってきたので捨てたんです。当たり前のような口調で答える青年の様子に警察官はただただ絶句していました。そう、彼が捨てたと話すのはズタズタに切り裂かれた男性の遺体。青年は10日間この部屋で遺体をいたぶるのを日課にしていたんです。10日間もの間、部屋にあった遺体をいたぶり続けた青年。遺体の男性と青年の間に一体何があったのか。犯行の裏に隠されていたのは明るい未来を閉ざされた青年の必死の抵抗だったんです。おそす、2年ぶりに任天堂スイッチでマリオカートやってるよ、ケンちゃんです。やみみこです。今日は韓国で起こったね、バラバラ殺人事件なんです。この事件の犯人はなんと10日間もの間、遺体を自宅に置いたまま何度もいたぶっていたという恐ろしい事件なんです。恐ろしすぎてさ、相当な恨みがあるとしか思えないわよ。実際そう恨みがあったんですけど、その恨み自体も異質なものだし、恨みに至るまでの過程もかなり波乱万丈な人生だなというような感じなんです。まずは事件発覚のその場面から見ていきましょう。無関心な同居人。遡ること約7年前の2016年5月1日、韓国アンサンテブと近隣住民の通報で駆けつけた警察官が見つけたのは排水路に遺棄されたボロボロの布団。布団は紐で縛られ何かを包んでいるようでした。これはまさか。周辺には異臭が漂っており、警察官は嫌な予感を募らせていました。そして警察官が意を決し布団の紐を解いたその時、その中から姿を現したのは切り離された男性の下半身だったんです。遺体には無数の切り傷が残されており、男性が死後相当にいたぶられたことが伺えました。そして2日後の5月3日、同じ男性の上半身がこの排水路からほど近い場所で発見されます。発見された上半身は下半身と同じように何度も切りつけられていたほか、なんとほとんどの内臓が取り除かれた状態となっていました。これは怨恨の可能性が高いな。これはもうなんか想像以上に痛めつけられてるわね。なので警察がね、睨んだ通り、怨恨だろうから交友関係を洗ってみたら、すぐに犯人が見つかったんです。捜査の結果、被害者の身元は40歳の男性チェシと判明。さらにチェシの通話履歴から彼と同居していた一人の男性の存在が明らかになります。同居人なら何か知っているかもしれない。同居していた男性の名前はチョ・ソンホ。警察は手がかりを求めチェシのマンションで暮らすソンホの元を訪ねました。何かご用ですか？そう言って部屋の扉を開けたのは端正な顔立ちをしたごく普通の青年。ただその振る舞いは明らかに異様だった。おいおい、同居人が殺された直後なんだぞ。そう、ソンホはつい先日まで同居していた男性が亡くなったというのに、そのことを知らないとでも言うかのような不思議そうな表情で警察官を見つめていた。さらに警察官が手短に要件を話すと、彼は思わずあっけに取られてしまう一言を口にする。遺体が発見されたんですか？ずっと映画を見ていたので知りませんでした。警察官は他人事のようなその態度に首をかしげながらも家宅捜索のためそのままソンホの部屋へ足を踏み入れた。その時だった。なんだこの部屋は。警察官が部屋に入ると壁や床など至る所に血痕が飛び散っていた。そしてソンホは顔をしかめる警察官に向かってもはや説明するまでもないその事実を告げる。はい、僕が殺しました。同居人を殺した部屋でそのまま生活してたの？そうなんです。しかもね、ニュース知らないっていうのも全然興味なさそうで異常っすよね。こうして2016年5月5日、ソンホは同居人を殺害した容疑で緊急逮捕されます。そして世間を騒然とさせたのは警察署の前に姿を現したソンホのその装いでした。申し訳ありませんでした。マスコミに向かい深々と頭を下げるソンホ。この時ソンホは拘束令状が発行される前の段階で通常であれば身元公開ができない状態。そのためマスクなどで顔を隠す措置が取られているはずでした。しかしこの時ソンホはなぜかその顔を一切隠していなかったんです。この対応に関して警察は次のように話します。彼の顔を隠さなかった意図の解釈は各メディアの判断に任せる。つまり警察は公開すべき段階ではないにもかかわらずメディアの独断による身元公開を許可したんです。さらにこの翌日の5月6日、警察はある発表を行いました。特定協力犯罪処罰に関する特例法に基づき被疑者の身元を公開する。何難しくてよくわかんないわ。
簡単に言うとね、今回はやばい事件なんで例外を認めるよっていうことなんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、特定協力犯罪処罰に関する特例法について。特定協力犯罪処罰に関する特例法とは、特定の条件を満たす犯罪が起きた際に、その手続きと処罰内容において特例を認める韓国の法律。主に社会的な影響力が多い犯罪に対して適用されます。2010年には、本来より早い段階で被疑者の身元を公開できる被疑者の身元公開制度が施行されており、双方もその対象となったんです。被疑者の身元公開制度は、双方以外にも適用されているんですが、問題視する声も少なくありません。まだ有罪判決が出ていない被疑者をまるで犯人かのように扱うこと、適用基準が不明確なことがその主な理由です。犯人がね、逃走する危険性も踏まえてね、一刻も早く身分をね、公開したいっていうのはね、わかるんですけれども、双方の事件にこの制度が適用されたこと、世間では賛否両論あったんです。結局その双方はその特例を適用するほどやばいやつだったの、そこなんですよね。議論というか論点というか。では続いてね、双方とチェ氏、一体どういう関係性だったのか見ていきたいと思います。いびつな同居関係。恨んでいた。だからあの日、カッとなって殺したんだ。取り調べ室の中、ソンホはチェ氏との間に何があったのか、順を追って語り始めました。2016年1月、ソンホはある宿泊施設でアルバイトを始めます。この年で30歳を迎えるソンホは、これまで多数の職場を転々としてきました。保険の営業、ペットカフェのオーナー、さらには成人映画の俳優やマネージャー業など。ただし、それぞれの職場で何か問題があったわけではありません。ソンホはただ本当にやりたいことを求め、新しいことに挑戦を繰り返している前向きな青年だったというんです。そして、事件が起こる数ヶ月前にたどり着いた場所が、この後同居人となるチェ氏が働いていた宿泊施設でした。ソンホ、金なくて困ってんだって、よかったら俺とルームシェアしないか。ある日、そう言ってソンホに声をかけたチェ氏。職を転々としていたソンホは常に金欠で、家賃の支払いにもシックハックしているような状態だったんです。二人は職場内でも特に親しく、チェ氏がソンホにそう声をかけたのも自然な流れに見えていました。しかし、お前が何をやっても続かない理由がよくわかったよ。部屋は汚いし、決められたルールも守れない。普段の生活態度からなってないんだ。同居生活が始まって1ヶ月ほど経つと、チェ氏はそうやってだらしないソンホのことをたびたびなじるようになっていったんです。なんか一緒に暮らしてみてその人の嫌なとこが目についちゃうっていうのはよくある話よね。ありますよね。殺人事件のきっかけとなったのは、チェ氏のある発言だったんです。そうやって二人の関係が悪化してから数週間が経った2016年4月13日、部屋で酒をたしなんでいたチェ氏は、酔った勢いもあって次のような言葉を口走ります。ソンホ、お前の親はさぞろくでもない親なんだろうな。お前は30にもなってフラフラしてて、自分で生活していくこともままならない。一体どんな育て方をしたらそんな風になるんだ。チェ氏のその言葉を黙って聞いていたソンホ。ただ握りしめたその拳には明らかな憎悪が滲み出ていました。そしてその日の深夜、俺の親を侮辱するな。寝息を立てていたチェ氏に向かい、ソンホは幾度となく包丁を振り下ろしました。そうやってチェ氏をめった刺しにした挙句、最後はハンマーで頭部を殴打し殺害してしまうんです。殺すのはどうかとは思うけど、確かにチェ氏の発言もちょっと行き過ぎてるわよ。夢をね、追いかけるような状況。その時ってこういろいろリスク取ってさ、世間から見たらさ、どうしようもないやつって思われるじゃないですか。だとしてもそれをね、こう言葉にして言われてさ、相当カッとなったんでしょうね。チェ氏が死んだのを確認すると、ソンホはその遺体を部屋のユニットバスへと運びました。そして彼はここから隠蔽工作のため約10日間かけて遺体を切り刻んでいったんです。重くて運ぶのが大変だったのでバラバラにしようと思ったんです。あちこち刺してみたり、内臓を取り出したり、いろいろ試しましたね。取り調べにおいてソンホはその淡々とした口調を一切乱さず、さも当たり前かのように一部始終を語りました。そしてさらに問題となったのは、この数日後発覚したある事実。実はここまでソンホが説明した犯行動機や遺体を切り刻んだその理由は全て嘘だったんです。嘘って何よ。なんかよく考えると変だったじゃないですか。10日間もねかけて隠蔽工作した割に警察が訪ねてきたらそこに普通結婚もあったし、あっさり認めちゃったしね。実はねこれチェ氏とソンホの関係っていうのはここまで見てきたもの以上にこじれにこじれていたんです。追い詰められた青年。取り調べ中のソンホの供述には複数の嘘がありました。まずソンホは宿泊施設で働くさなかにチェ氏との同居を始めたと話していましたが、実は同居を開始した際にはソンホはこの職場をすでにクビになっているんです。バイトをクビになったソンホは家賃が支払えず、やむを得ずチェ氏との同居を始めたんです。そしてこの同居はソンホにとっては生活苦をしのぐためのものでしたが、チェ氏の目的はまた違っていました。一発いくらだ。同居を始めて2週間が過ぎた頃、ソンホに向かって唐突にそう切り出したチェ氏。そう、チェ氏がソンホを部屋に迎え入れたその理由は肉体関係を求めてのことだったんです。当然同性愛者ではないソンホはチェ氏のその発言に戸惑いを見せます。するとチェ氏は続けてこう言いました。一回
クするごとに30万ウォンやるよ。チェ氏のこの言葉を聞き、ソンホはついその関係を受け入れてしまうんです。30万ウォンってどれぐらいなの？日本円に換算すると3万円ぐらいですね。そしてね、お金がないっていうのも単にね、家賃が払えないというレベルのものではなかったんです。実はチェ氏と同居を始めた当時、ソンホには数千万ウォン、日本円で数百万円もの借金がありました。その原因は事件から約1年半前に彼がオーナーを務めていたペットカフェだと考えられているんです。ソンホのペットカフェは繁盛しており、経営は至って順調にいっていました。しかし開店から9ヶ月後、共同経営者の恋人が店の資金を持ち出し失踪。この出来事をきっかけにソンホは店を畳むことになり、そこから職を転々とする日々を送っていたんです。俺はこれから一体どうしていけば。そうやって打ちひしがれる暮らしの中、なんとかアルバイトして食いつないでいくものの、仕事中も上の空だったソンホは行く先々でクビになってしまうんです。SNS 上に投稿される人生設計などの前向きな姿は、自分をなんとか奮い立たせようとする彼なりの必死の抵抗だったのかもしれません。そんな状況に置かれていたソンホにとって、一回体を交えるだけで30万ウォンというその誘い文句は非常に魅力的に映っていました。しかしその期待はすぐに裏切られることになるんです。ある日、いつものように事を終えたその時、ソンホはチェ氏に次のように切り出します。なあ、そろそろ約束通りお金を払ってくれないか。もう何度もそのうちって先延ばしにしてるし。ところが、約束？何のことだ？チェ氏はそう言って一切お金を払おうとしなかったんです。さらにソンホが話が違うと詰め寄ると、家に置いてもらっておいてなんだと思ってやがるんだ。文句があるなら出てけ。チェ氏はこの日からそう言ってソンホを追い出そうとするようになり、二人は口論を繰り返していました。そして2016年4月13日、それまでの行為3回分の90万ウォンの支払いをめぐり、再び口論となって、ソンホはついに犯行に及んでしまうんです。要するに犯行動機は、ソンホのね、うだつの上がらない暮らしをバカにされたってことではなく、明確な金銭トラブルだったってことね。全てね、ソンホの供述によるものなんで、どこまでが真実なのかってのは分からない部分ももちろんありますけれどね。ただ口論する中で、ソンホを侮辱する発言があったかもしれないっていうのはね、可能性としてはあるんですよ。そう考えると、合点がいくようなことも結構あるんです。ユニットバスへ運び込んだチェ氏の遺体を何度も切りつけるソンホ。俺だって好きでこんな生活してるわけじゃない。夢だってある。それをこいつはバカにしやがった。彼が遺体を無残にも切り刻んだその理由は隠蔽のためなどではない。約束通りに金を払わないばかりか、夢にくじけた自分をバカにしたチェ氏への恨みは殺してもまだ晴れないほどのものに膨れ上がっていた。ユニットバスへ足を運ぶたび、遺体を切りつけるその日々は実に10日間にも及んだ。そしてシャワーを浴びながらズタズタに切り裂かれたチェ氏の遺体を横目に見るソンホ。浴室から出た彼は続けて SNS に次のような内容を投稿する。最近街で見かけた猫が可愛くて飼ってみたいなと思い始めてます。日常的な他愛のない内容のそんな投稿。そう、遺体と同居するその日々はソンホにとっていつしか取るに足らない日常に変わっていた。ソンホが遺体を切り刻んだその理由は、たとえチェ氏が亡くなったとしても晴れないその恨みをぶつけてのこと。そして10日間散々に遺体をいたぶった後、彼はもはやチェ氏を殺害したことも、遺体が発見されたニュースさえも気にならない状態になっていたんです。警察の家宅捜索や逮捕に際しても一切の動揺を見せなかったソンホ。ペットカフェを共同経営していた恋人の件といい、チェ氏との金銭トラブルといい、彼は何度となく人に裏切られてきました。そんな日々の中、熱心に人生設計していたその人生すらも、もはやどうでもよくなってしまっていたのではないでしょうか。こうして事件から約1年後の2017年4月13日、ソンホに下された判決は懲役27年。まだまだ将来を夢見られたはずの若者が自らその道を閉ざしてしまった事実が悔やまれてなりません。メトラの皆さんね、いつもご視聴いただきありがとうございます。昨年のね、7月23日に放送した1時間スペシャル、リアナ・ワーナーちゃんのね、事件に関して取り上げてね、再生数に応じて僕らがこう募金するよってね、企画やってたと思うんですけど、当初ね、アメリカのね、全米行方不明搾取児童センターというところに、寄付するよってところだったんですけど、ちょっとね、日本からの振り込みっていうのが、手続き的に難しいところがあってですね、僕らももちろん何らかのね、被害者の方に寄与したいっていうのは心からね、あったんで、ちょっと身近なところで、日本でね、被害者の支援を行っている全日本被害者支援ネットワークというところにね、先日寄付させていただきました。というね、報告でした。というわけで我々もね、被害者のことだったりとか、ひいてはね、加害者の生い立ちとかもできるだけ取り上げるようにしていく中で、もちろん加害者が悪い前提なんですけど、何が悪いかどうかも人間の主観とかこういろいろこう考えて、一つね、学びになればいいなっていう設計にはしてるんですよ、動画を。っていう中で、より一歩ね、何かこう社会に対して貢献できないかなと。今後もね、僕らはそういったスタンスは変わらずやっていきますので、単にこう事件を取り上げて、あ、こんな事件あったんだって終わるんじゃなくて、そこからね、何が学べるのかっていうところが皆さんにとって僕ら貢献したいですし、社会にとっても何らかの手段で被害者の方含めてご支援等々させていただければと思いますので、引き続きね、アルゴメトリよろしくお願いします。